皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。今回は視聴者様からのリクエスト銘柄 JCR ファーマをしっかり点検していきます。希少疾病、つまり珍しい病気の治療薬に特化し、世界が注目する高い技術力を持ったバイオ企業ですね。足元の株価は年初来安値の548円付近まで下がっており、苦しい状況に見えますが、実は今未来の大きなジャンプに向けて深くしゃがみ込んでいる我慢の時期なんです。この動画を見れば今の JCR ファーマを買う価値があるのかないのか、ご自身の投資スタイルに合わせた答えが見つかるはずです。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートからです。配当利回りは 3.65% で基準の 3.0% をクリア、合格です。稼ぐ力を見る ROE は前期実績でマイナス 9.30% と基準の 10.0 以上を下回り不合格です。会社の貯金箱の分厚さを見る自己資本比率は最新で 40.8%、基準の 50.0% を割っており不合格です。利益の還元具合を見る配当成功は前期は赤字、今期も利益以上の配当を出すため 152.4% 予想となり不合格です。総合判定は利回りは魅力的ですが、業績と財務の波が激しく不合格要警戒という現場環境になります。次に JCR ファーマの稼ぎの柱と未来を作る主力商品を分かりやすく点検します。最新の売上高303.5億円のうち一番の稼ぎ頭が小児の低身長症などに使われるグロージェクトで 135.4 億円、全体の 44.6% を占めます。これは長年会社の土台を支える頼れるベテラン作業員ですね。次いでムコタ糖症という難病の薬イズカーゴが 51.8 億円で 17.1%、 他社との提携等による契約金収入が 52.5 億円で 17.3% を稼ぎ出しています。この会社の最大の武器は J ブレインカーゴという魔法の宅配便です。人間の脳には悪いものを入れない超厳重なセキュリティゲートがあるんですが、この技術はそこを安全に通り抜け、脳の奥深くまで薬を確実に届けることができます。この技術を使った薬がイズカーゴであり、さらにこの魔法の宅配便のシステムを貸してほしいと世界中の巨大製薬企業から技術使用料、つまり契約金収入がどんどん入ってくる仕組みになっています。続いて過去5年の業績トレンドをストーリーで点検します。2022年3月期には売上511億円、営業利益199億円と過去最高の利益を叩き出しましたが、その後徐々に低下し、2025年3月期には売上331億円、営業利益はマイナス67億円の大きな赤字に転落しました。今期2026年3月期予想は売上395億円、営業利益4億円でギリギリ黒字化する予想です。なぜ急に赤字になったのか、これは仕事が減ったからではありません。魔法の宅配便を応用した新薬の開発や新しい薬のライセンス取得に巨額の先行投資をしているためです。今は将来のための巨大な工場やシステムを作っているため、経費がかさんでいる未来のための我慢の時期と言えます。ではその先行投資に耐えられる体力があるのか、貸借対照表、つまり BS を点検します。総資産1133億円に対して手元の現金は156億円です。一方で銀行からの借金にあたる有利子負債は526億円と現金の3倍以上に膨らんでいます。そして会社の貯金箱である自己資本比率は 40.8% です。未来への投資をフルアクセルで進めているため、借金が増え会社の体力が少し削られている状態です。手元の現金と借金のバランスには引き続き注意が必要な現場ですね。次に株主への還元姿勢を点検します。配当金はここ数年ずっと1株20円をキープしています。特筆べきは前期のようにマイナス67億円の赤字になった年でも、今期のように利益が少ししか出ない年でも維持でも減配せずに20円を維持している点です。会社側も継続的かつ安定的な配当を行うと明言しており、株主を大切にする非常に誠実な姿勢がうかがえます。
ここで最新の決算からこの会社の未来のポテンシャルを確認しましょう。直近の決算で通期の営業利益予想を26億円から4億円へと大きく下方修正しました。理由はイタリアの企業からジビノスタットという機体の超大型新人を日本にスカウトするための契約金約15億円を支払ったからです。これは筋ジストロフィーという難病の新しい薬でステロイドを使わないため広い普及が期待されており、2028年までに日本での承認を目指しています。さらに新しく建てた原薬補助を使って他社の薬3バイオ社のアクーゴの製造を請け負う準備も進めています。自社の新薬だけでなくライセンス収入と製造請負によって毎月安定して稼げる強い体質へと進化しようとしています。最後にチャートと時給の点検です。足元の株価は548円付近で年初来安値を更新し続ける厳しい下落トレンドの真っ只中です。さらに需給面を見ると信用改ざんが約280万株も積み上がり、信用倍率は 13.08 倍です。株価が下がっている途中で買った人たちの含み損という重い荷物がたくさんあるため、少し株価が上がるとやれやれ売りが降ってきて簡単には上がれない現場環境になっています。それでは総評です。今の JCR ファーマは世界に誇る魔法の宅配便の技術を持ち、超大型新人のスカウトまで済ませた素晴らしい企業ですが、そのための巨額の先行投資で体力、つまり利益を大きく削ってしゃがみ込んでいる時期です。ここからあなたが買う価値があるかどうかの選択です。短期・中期で利益を狙いたい方、今は買う価値がありません。業績回復まで時間がかかり、信用買いの重い荷物があるため手出し無用です。長期で大化けを狙う、配当をもらいながら応援したい方、買う価値は十分にあります。2028年頃のジビノスタット承認やライセンス収入の爆発を期待し、下落トレンドが止まってチャートが横ばいになったところ、つまり底打ちを狙って少しずつ拾うのは面白い戦略です。ぜひコメント欄で皆さんはこの銘柄を短期目線で避けるか長期目線で狙うか、現場の声を教えてくださいね。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。